ウォーターチップ探しの旅に始まり、果てには人類の未来をかけてミュータントとの戦いを繰り広げた前作の物語から約80年。世紀末な荒野を旅するシリーズの第2作であるフォールアウト2は、1998年の9月30日にインタープレイから発売されました。前作同様にアメリカ西海岸を舞台とする本作は、自由度の高さはそのままに、大きくボリュームを増して登場。シリーズでも類を見ないような、尖ったゲームバランスとぶっ飛んだイベントを楽しめる一作となっております。そんな本作を、今回は緩めに縛りつつ普通にプレイしていくわけですが、そのプレイ方針についてはおいおいお話しするとして、まずは早速ゲームを始めていくとしましょう。というわけで、用意始め。まずはキャラメイクから。例によって、戦闘タイプ、ステルスタイプ、外交タイプのプリセット群が計3人用意されていますが、今回も1から作成していきましょう。キャラメイクをするのは楽しいからね。さて、こちらがキャラクター作成画面ですが、各項目の解説については前作動画の冒頭で解説していますので、ここでは前作から大きく変わった部分だけ説明していきますね。まず第一に、画面左下に表示されている、キャラの得意不得意を付与するトレートですが、昼と夜とで能力が増減する効果を持つナイトパーソンが削除され、異性に好かれ、同性に嫌われやすくなるセックスアピールが追加されました。登場する NPC は男の方が多いため、女性主人公を選ぶ場合はより恩恵のある特性と言えるでしょうか。続いて右側に表示されているスキル一覧。リスト自体は前作と変わっていませんが、数値が増えるほど多くのポイントを要求されるようになりました。特に戦闘系のものやサイエンス、スピーチスキルは必要になる場面が多いため、通常はこの辺にタグスキルを当てておくと幸せになれるかも。最後に、画面左上に表示されている、キャラクターの能力値を意味するスペシャルですが、大きく変わった要素として、前作では死に捨て同然だったカリスマにも役割が与えられ、同時に連れ歩けるコンパニオンの人数に影響するようになりました。主な違いはこんなところでしょうか。それでは簡潔に解説したところで、今回作成した主人公の紹介ですが、はいドン。まず素早さは最重要ステータスなので当然10にしまして、あとはパワーを捨てて、カリスマ、知性、運に多くを振りました。特に重視したのがカリスマ。戦術したように、カリスマを高くすればより多くのコンパニオンと一緒に戦えるようになります。前作ではゲームが進むにつれてボロクズと化していったコンパニオンですが、本作では成長するようになったりなど大幅な強化が図られました。仲間になる人数も多く、成長する仲間だけでも11名。種類も豊富で、シリーズ初のスパミュやグールなども加わるようになりました。ってことで、本プレイではそんなコンパニオンたちをなるべく活躍させていきましょう、といった感じのビルドにしています。続いて特性については、ギフテッドとフィネッスを取得しました。本作ではスペシャルの高さを要求される場面が多いこともあり、全能力が1増えるギフテッドはかなり強力な特性です。またフィネッスはクリティカル率が 10% 増える特性です。代償として与えられるダメージが下がりますが、高めの運を生かしたお祈りクリティカルで補っていきましょう。タグスキルについては、今回使用する武器の命中率に影響するスモールガンズのほか、ドクターとアウトドアズマンを選択しました。前作では空気同然だったアウトドアズマンですが、本作では塩化回避率に影響するようになっています。本プレイでは序盤から中盤にかけて、その辺の雑魚にすらかなわないような厳しい戦いの連続が予想されるので、勝ち目のない戦闘の発生は少しでも抑え、なるべくストレスのない旅ができるようにしていきましょう。そんな具合にキャラメイクが完了したところで、いよいよゲーム本編を開始していきたいと思います。それでは前作主人公の孫であり選ばれし者こと悪夢殿の物語、はい、用意スタート。Come in, chosen one. There are things you must know. The village is dying. The signs are everywhere. Withering crops. Dying Brahmin. Sick children. There is hope, however.
a slim hope that few know of. The old discs speak of an item called the Garden of Eden Creation Kit. It is said it can bring life to the wasteland. This will be your quest, if you prove yourself worthy. For that proof, you must first journey to the Temple of Trials. If you survive, come back to me. We will talk more. Our life is in your hands, Chosen One. Prove yourself. Find the Gek. Be our salvation. そんなわけで、ここは辺境の村アロよ。村は今にも滅びかけており、息を吹き返すためにはゲックという物が必要とのこと。そして、そんなどこにあるかもわからないゲックの捜索を、たった一人命じられてしまった村人の悪夢殿ですが。ごきげんよう、悪夢。お前がここを通るのは、長の試練を終えてからだ。村に戻りたいんだけど。悪いが通すわけにはいかない。村へ戻りたいのなら、目の前の試練を乗り越えなくてはならない。またいきなり締め出されてる。あんたのケツを蹴っ飛ばしてここから出ていくって手もあるな。道を塞いでいる柱は、二人がかりでなければ動かせないものだ。そして俺は、お前が試練を終えるまで手を貸すつもりはない。という具合に村ぐるみで帰宅禁止令を出され、お家へ帰る選択肢すら与えてもらえません。ひどいよ。そしてレベル1の悪夢殿が強制的に与えられた試練は、村の隅に建てられた神殿からあるものを持って帰ること。これを成し遂げられれば、悪夢殿がゲック探しの使命を担うに値する存在であることが認められるようです。じゃあ行くしかないので行きますか。中に入れば、巨大な凶暴アリさんがお出迎え。気づかれれば襲ってきますので、ここは華麗にスニークで戦闘を避けていきましょ。バレちゃった。アリは素手でも問題なく倒せる相手ですが、プレイ方針にのっとり、神殿内に出現する敵は全逃げで対処していきます。というわけで、しばらく逃げながら駆け抜けるだけですので、今のうちに今回のプレイ方針についてお話を。今回ですが、こんな具合にゲームをプレイしていこうと思います。一つ目のルールは、簡単に言えば主人公が知らない場所には行かない、です。本作は前作に負けず劣らず自由度が高いゲームであり、その気になれば、いきなり終盤のエリアに行って強力なアーマーを取ってきたりもできるのですが、そういうのはなしってこと。二つ目のルールですが、交戦中、つまり右下の窓が開いている間にセーブはしないことにします。逆に戦闘中以外のリロードは自重しません。そうしないとコンパニオンが全然育たないから仕方ないんだ。そして三つ目のルールは BB ガン縛り。戦闘中に悪夢殿が使っていいのは、BB 弾を装填できる銃のみとします。今アリさんどもから逃げ続けているのも、このルールのせいでまだ攻撃する手段を持ってないからってわけですね。悪夢殿は終盤までお荷物になることが予想されますので、コンパニオンたちの活躍に期待しましょう。最後、プレイは素材の味そのままで、バグ修正や機能追加、日本語化といったパッチは使いません。Java翻訳しながら頑張りましょう。そんなわけで、ゲームの方は扉の前までやってまいりました。ここの扉は鍵がかけられており、そのままでは開きません。邪剣ロックピックスキル使って解錠しちゃいましょねー。おっ、開いてんじゃーん。扉をくぐると、長い廊下が続いておりました。この辺には至るところに踏むと尖った棒が飛んでくる罠が仕掛けられており、適当に進むと体中に穴を増やされてしまいます。強行突破しても大してダメージは受けませんが、罠はトラップスキルで解除することもできます。トラップ解除は成功率が低いのでちょっと面倒ですが、解除すれば経験値も少し入りますので、戦闘ができない分ここでしっかり稼いでおきましょう。やっぱりめんどいから罠は無視して進んじゃいましょ。運がいいのか、特に罠は発動することなく突破できました。さて罠ゾーンを越えると左右に分岐がありますが、ここはまず右へ。そして右の部屋に置いてある宝箱から回復パウダーを失敬しましょう。こちらはスティムパックの介護官的な回復アイテムで、
使うとしばらく知覚が下がってしまうデメリットを持っています。しかし序盤の回復アイテムは貴重品。最初はスティムパックも高級品なので、なるべく確保しておきたいところです。本作は前作と比べると序盤の景気が悪く、あまり物資が手に入りません。初期装備にしても、前作主人公は10ミリピストルなどの文明的な道具を所持していましたが、村の民である悪夢殿は槍1本しか持っていません。最初の銃が拾えるのはもうちっと先なんじゃ。などと言っている間に、進行ルート上にぽつりと置いてある壺の中からプラスチック爆弾をゲット。これはこの後すぐ使う必須アイテムです。うまく使えなければ早速積むので気をつけましょう。で爆弾が必須な場所というのがこちらに構える重厚な扉。この壁には鍵穴がなく、ロックピックスキルでこじ開けることはできません。そこで役に立つのが先ほど拾ったプラスチック爆弾。爆弾を使用してタイマーをセットし、扉の目の前に置き去りにすることで、扉を爆破することができますぞ。タイマーは短く設定すると稀に即起爆して爆死することがあるので、とりあえず40秒程度にして。およそ20秒で起爆しました。危うく粉みじんになるところだったぜ。にしてもいきなりトリッキーな消耗品の活用を要求されるとは、これは前作プレイが前提のゲームですね、間違いない。ってなわけで、その後は外れルートに置いてあった宝箱から解毒薬とパウダーを回収しまして、いよいよ神殿の最深部までやってきました。しかし奥には男が一人立ちはだかっており、悪夢殿を待ち受けている模様。さっきの扉どうやって通り抜けたんだろうね。そして悪夢殿が男に近づくと、最後の試練の内容を言い渡されるのでした。よく来たな、悪夢。最後の試練としてお前の前に立てることを光栄に思う。お前が使命を続けるには、殴り合いで私を倒さねばならない。では始めようか？その前に聞きたいんだけど。何が知りたいんだ？なんで戦う必要なんかあるんですか？選ばれし者の道は険しい。お前は生涯を通して多くの試練に直面するだろうが、最も困難なのはどのように人と付き合っていくかだ。時には話術も起点も意味をなさず、戦わねばならないこともあるだろう。この試練は、他の者と向き合い、場合によっては命を奪わねばならないという覚悟を与えるために課したものだ。そうは言っても、素手で人を攻撃するのはルール違反になっちゃうからどうしよっかな。他の質問もしてみましょうか。これは命を懸けた戦いなのか？いや、友よ、私を倒すだけでいい。時が来れば、私たちの戦いは終わる。これ嘘です。ある程度ダメージを与えれば相手は途中で降参するけど、逆にこちらは死ぬまで降参できません。なんで？そんなわけで、最終試練は肉弾戦。今回のプレイでは素手での攻撃も禁止としていますので、このまま戦闘になれば早くも積んでしまいますね。ですが、心配によりません。この最終試練君ことキャメロン氏、ご丁寧にも真後ろにある扉の鍵を所持していますので、ここはスティールスキルを駆使して鍵を盗むことで、交戦することなく楽勝で通過することが可能となっています。失敗しました。殴り合い拒否して鍵盗もうとしただけなのにブチギレすぎでしょ。てか敵対されたらスリできなくなるんだけどどうしよう。とりあえず逃げ。そして全力で逃げてるのに相手も足速いせいで全然引き離せません。助けて助けて。めちゃ追いかけ回された挙句、どうにか一つ前のエリアに避難。でエリア切り替えてから戻ってきたら、なんか機嫌直ってました。じゃ、今度こそいただきますね。オッケー、これで最終試練はクリアです。ちなみに真っ向勝負を挑んだ場合、ある程度ダメージを与えると相手は降参して外に向かって走っていくのですが、これを追いかけて殴り殺すと、試練を終えて村へ戻った瞬間村人全員に襲いかかられます。そして村を脱出した時点でゲームオーバーに、命を奪う覚悟がどうのとか言ってたのにひどすぎる。そんな具合に、3つある突破法のうち盗みを駆使したやり方で最終試練を無事突破。そして神殿の最深部に到着した時、選ばれし者こと悪夢殿が目の当たりにしたものとは、そこにあったのは、悪夢殿の祖先であり前作主人公でもある、ボルトの住人が身につけていたボルト13のジャンプスーツでした。
ということで、懐かしの青い衣装を身につけた悪夢殿。アロヨの村へ帰還して参りました。それではまず、村の長に戦果の報告といきましょう。Congratulations, Chosen One. You have survived the Temple of Trials. Are you ready for your quest? こちらのおばあちゃんはアロヨの村の長。本名はわかりませんが、その血筋は村を築いたボルトの住人の娘。つまり主人公の母親だそうです。何の真似だ。神殿で俺を殺すつもりだったのか？ You survived. The Chosen One cannot be weak or we are all doomed. Are you prepared for your quest? 村の状況が状況なだけに意地でも悪夢殿を外界に飛ばしたいようですが、とりあえず断っておきますか。殺されるつもりはない。怒っちゃった。Being a coward will kill us all, including you. You passed the temple trials. We have faith in you. We need you. まあ急ぐなって、ばあ様。考える時間が必要なんだよ。とか言ってたら話が進まないので、ひねくれた息子を演じるのはこの辺にしておきましょう。じゃあ家の中に保管されている安いアイテムを無断で物色したら、もう一度長に話しかけまして。Chosen One? Why are you here? 本題に入る前に、ちょっと取引しましょか。なんだこの人、152ドルも持ってるジョノイコ。では家の中に置いてあったものを差し出し、相手からはお金をいただくとしましょう。はい90ドルゲットだぜ。なお本作の通貨はドル。シリーズ恒例の通貨であるボトルキャップは、本作では無価値なゴミとなっています。ってことで今度こそ話の続き。聖なる使命を果たす覚悟はできた。Then take this flask. It is from the Holy Vault 13. Vic, a trader in Klamath, brought it to us. He may know where the vault is. You may also need some of what they call money. Here. と村のために旅立つ意思を示すと、長は旅先で使うだろうと、持っていたお金を全部くれました。そのお金くれるなら最初にちょうだいよ。おかげでさっき取引に出したアイテム全部無駄になっちゃったでしょ。何はともあれ、これで旅に出るまでの導入は終了。現状をまとめると、村を復興させるために必要となるゲックという道具を持ち帰ることが悪夢殿の最終目標です。しかし、それがどこに置いてあるかは見当もつかない状況。長が知る限り、そのゲックは初代主人公の生まれ故郷であるボルト13に保管されている可能性が高いとのこと。なので、ゲックが置いてあるボルト13を見つけるために、ボルト13の水筒を所有していたビッグなる人物の足跡を辿っていく、というのがゲーム序盤の主な目標となります。Klamath is to the east. ってなわけで、そのビッグが住んでいるというクラマスの町は、ここから東にあるとのこと。ロギンも受け取り、外界に出る準備は万端ですが、その前にちょっと村中を散策。村の中には助けを求めている人がいるようなので、ちょっとこの子たちを手伝ってあげて経験値稼ぎといきましょう。ってことで本作のジャンプスケア担当ことシャーマンの白人さんオフス。Greetings, Chosen. Why does the earth before me warm to the touch of your passing? このよくわからない言い回しで我々を翻弄してくる白人さん。夢枕に立ったりなど何やら不思議な力が使えるらしく。荒野を旅している時にも、いきなり画面にデカデカと映って語りかけてきたりします。結構びっくりするよ。もう行くよ。一度でいいから普通に話してほしかったな。Please reveal to clouded eyes the purpose of your passage. お別れを言いに来た。聖なる使命の旅に出る。The earth sings with the news of a champion upon the land. Perhaps before you go, you would bestow a kindness? 場合によっては、見返りはなんだ？ To ask payment for a gift will bring you less than the gift itself. I will give you such, and add the lesson of your self-disappointment at the receiving. クエストに報酬を求めるのは当たり前でしょ。で白人さんが何を頼みたがっているかというと、どうやら庭にスポアプラントという植物が生えており、これを駆除してほしいとのこと。
この依頼をこなせば、白人さんは以降回復パウダーを作ってくれるようになるのですが、悪夢殿はまだ戦闘手段を持ってないため、これは引き受けられません。諦めてもらいましょう。ああ、あんたがそういう態度なら興味ないね。じゃあな。怒っちゃった。The burden you carry now will grow ever heavier. 別んとこ行こ別んとこ、こんな役中今後一切会うこともないでしょうし助ける価値なし。でこっちの民は悪夢殿のいとこのナゴール君。例によって助けを求めており、聞けば大事にしていた犬が狩り場に逃げてしまったのだとか。助けに行きたくても母親にダメと言われて困っている様子なので、ここは悪夢殿自ら動いてカルマを稼いでおくとしましょう。なお、狩り場の場所を村人に聞くと、その際、頭に岩でも当たったのかとツッコミを入れられます。プレイヤーにとっては未知でも、悪夢殿にとっては馴染みの村だという設定がよく表現されていてグッドなセリフだね。ってことで狩り場に到着。この場所には、神殿で遭遇した巨大アリやサソリに続く適正動物が徘徊しています。それがあちらで歩き回っている月光。上位の個体はくっそ凶悪なくせに経験値はうんちというクズですが、この子たちは大して危険ではありません。とはいえ今は戦えないので、気づかれないように進み早速気づかれた。そして襲ってきた。今の悪夢殿は戦えないので、全力で逃げながら犬の捜索を続けましょう。犬は左の方にいそうですが、これってどこから左に行けばいいんだろう？上の方に木に隠されたルートがあり、そこから迂回していけました。ちょっと道わかりづらくない？ともあれ、無傷で月光から逃げ切ることに成功やったう。緑の液体を踏んだ瞬間足の裏に痛みが。前作でも同じような液体はありましたが、そちらでは踏めないので壁扱いだったんですよね。月光も踏んでるジョノイコ。そんな具合に狩り場の奥地にたどり着き、無事飼い犬のスモークを発見。そしてここから犬を生還させなければなりませんが、いけるかな？なんか月光が橋の上で道塞いでますが。こっちに来た。そして僕のターン。そこに止まられると通れないんですけど。こういう時は、一旦下がってから。はい、楽勝で通り抜けまし。やばいスモーク君が突撃し始めた。このままだと月光の攻撃対象が犬に切り替わって殺されるかもしれないので、そうなる前に急いで村まで戻りましょう。ああもどかしい。攻撃してもいいなら、こんなヤモリ野郎楽勝で倒せるのに。はあやっと帰ってこられた。ついでに帰りの途中、道端に生えていたザンダールートとブロックフラワーを回収しておきました。これらがあれば回復パウダーを作ってもらえますが、白人さんに恩を売ってないのでそれはできません。残念。ってなわけでただいま。そして村へ戻るや、一心不乱に飼い主の元へかけていくワンコウくん、かわいいね。スモークを見つけてくれたんだね。ありがとう。スモーク、悪い子だ。これで二人は再会してハッピーエンド。と思いきや、飢饉が進行するといずれは母親によって調理されてしまうようです。なので彼らの幸せのためにも、急いでゲックを見つけてあげたいところですね。その他、村の中には格闘術や槍の使い方を教えてくれる人がいたので、ちょっとコーチをしてもらいました。でもよく考えればどちらのスキルも悪夢殿には無用なので、単なる時間の無駄でしたね。そんな具合にアロヨでの挨拶をあらかた済ませ、村で最後に実施したクエストはこちら。やあ、選ばれし者。ゲックを探しに行くのかい？ああ、それよりも、あんたの槍が気になるんだ。少し見た目が違うみたいだな。誰よりも強い刃の作り方を父から教わったんだ。火打ち石があれば、君の槍もいじってやれるぞ。荒野では必要になるだろう。火打ち石はどこで手に入る？君の叔母のモーリスが一つ蓄えているそうだぞ。彼女は気難しいから誰も欲しがらないんだろう。もちろんあの魔女のことだ。頼めば何か見返りを求められるだろうな。ということで、火打ち石を持ってくれば初期装備の槍を強化してくれるとのこと。しかし石を持っているおばさんのモーリスは気難しく、おまけに主人公に対して好意的ではないので、簡単に譲ってはもらえないでしょう。はい、犬を食べる魔女こと、おばのモーリスさんを突撃。何の用？私が忙しいのは知ってるでしょう。
マイノックが言ってたんだけど。マイノックが何ですって？さっさと言いなさいよ、坊や。火打ち石を持ってるんだよね。あるけど、欲しいの？まあ、そう。回復パウダーが3つ欲しいわ。悪い時代が来るから、備えておくの。持ってきてくれたら火打ち石をあげるわ。さあ、行きなさい。ってことで、槍を強化するために必要な火打ち石と引き換えに、大事な回復パウダーを3個も要求されてしまいました。槍は近接武器ですし、強化したところで悪夢殿が使用することは禁止としていますが、後々仲間に加わるコンパニオンのメインウェポンとして確保しておきたいので、ここは素直に従いましょう。ここに3つあるんだ、モーリスおばさん。はい、火打ち石よ。さっさと行きなさい。おしゃべりしてる暇はないの。おお、怖い怖い。おいが選ばれし者なんてもてはやされてるのが気に入らないのかしら。それはそうと、火打ち石を入手できたので、これで槍を磨いてもらいましょう。おばさんの火打ち石を手放させることはできたかい？ああ、ここにある。いい石だ。槍を渡してくれ。どうぞ。よし、こうやって部品をつなぎ合わせていくと。これが君の新しい槍だよ。ありがとう、友よ。これは役に立ちそうだ。これでイベントは完了。悪夢殿が所持していた槍が強化され、鋭利な槍が手に入りました。さて、マイノック氏が守る橋を渡れば、そこはもはや村の外。荒野には前作とは比較にならないほど厄介な連中がばっこしていますが、果たして悪夢殿は生き残ることができるのでしょうか。そんなわけで生まれ故郷アロヨを去り、外界に足を踏み入れたところで今回はここまで。次回はアロヨのすぐ東にある町、クラマスへ向かい、ボルト13の水筒を持つ商人ビッグの行方を追っていきましょう。続きます。おまけのコーナー。最後の試練にて、対戦相手を打ち負かしてなお手を止めずに殴り殺した場合の未来を見てみましょう。ってなわけで無事撃破。で扉を開けますと、通常通りボルトのジャンプスーツを手に入れるムービーが流れるのですが、村に戻った瞬間全員が敵対。殺される寸前まで追い込まれたから確実に仕留めただけなのに、この村の奴ら容赦なさすぎでしょ。こうなってはもはや村にはいられないので、村の外に逃れるしかありませんね。しかし、ここで外に出ると。Chosen. The village dies. All of our futures die too. 村八部には気をつけよう。